私の走り、どうですか？全体的にハンドル操作が忙しいですね。特にコーナーで顕著でした。基本的にはコーナーを抜けるまでハンドルを固定できるのが理想です。やってみます。めちゃくちゃ難しいですね。最初はそんなものです。しっかり取り組めば、いずれ何も考えなくてもできるようになります。まずはこのテクニックをマスターしていきましょう。がむしゃらに走り込むより効果的ですし、車もいたわれます。地味ですが頑張ってください。わかりました。やってみてどうでしたか？正直舐めてました。悔しいので何本か言っていいですか？どうぞ。6本走ってみてどうでしたか？慣れた道でも全然違う道に感じたんじゃないですか？はい、なんていうか、とにかく頭の方が忙しいんです。ただ走るだけじゃダメですし、でも考えながらだと運転がぎこちなくなって、最初はそんなんで速くなれるのかって思いましたけど、これがマスターできれば無駄なくコーナーを攻めれそうですね。その通りです。手応えを感じられてよかったです。ではちょっと一息入れましょうか。じゃ、そこの自販機で何か買ってきます。師匠は何にしますか？キリタンにお任せします。わかりました。そういえばここの自販機は、お任せ、ですか？お待たせしました。あら、コーンスープですか？はい、この時期になると頂上は意外と冷えるので、体を冷やさない方がいいかなって。お気遣いありがとうございます。キリタンは何にしたんですか？ホットココアです。あの自販機、変なものばかりだったので即決でした。でも面白いからつい買っちゃいましたけど、見てくださいよこれ。ただの水道水ですよ。これで200円です。誰が買うんですかね？まあ、何かの冗談とか罰ゲームにはいいんじゃないですか？ですよね。あと青汁。ネタ系ドリンクの中で一番まともだなって思ったやつです。キリタンは青汁を飲めるんですか？飲めますよ。これ明らかにまずそうですけど、青汁は飲み慣れてるので平気です。あら、健康志向なんですね。いえ、むしろ逆で、私ってやることがあるとついつい食事を後回しにしちゃうんです。だからそんな時は青汁とかサプリ系で補おうかなって。あらあら、それではいつか体がおかしくなってしまいます。よかったら練習の後ご馳走しますよ。いいんですか？はい、車の件でお礼もしたいですし、経営者は休むことと体調を整えるのも仕事です。まずは自己管理できるようにならないといけませんね。耳が痛いです。その素直なところがキリタンの良さですね。自己管理は運転の安定性にもつながります。キリタンの思い切って勝負に出るスタイルが安定性に裏打ちされれば強力な武器になるでしょう。一方の私はキリタンのような攻めたことはできません。私はいつか抜かれることになるでしょうね。これからが楽しみです。いや全然イメージできないんですけど。そんなことはありません。経緯はどうあれ、弟子入りされたからには私を超えられるようにしたいと思います。一緒に頑張りましょうね。はい、ありがとうございます。では、あともう一本だけ走りましょうか。引き続き街乗りくらいのスピードで課題に取り組んでください。わかりました。もっと上手くなってリベンジしたい。もともとはそんな理由だったけど、私が師匠を超える、できる気がしない。キリタン、何か違うことを考えていますね。はい、別に怒っているわけではありません。練習を続ければいずれできるようになります。でも、今はちゃんと集中してくださいね。はい。なんだか師匠と走り込んだ日々を思い出します。いいものですね。お疲れ様です。はい、ありがとうございました。いやー難しかったです。だからこその練習ですよ。では、今日練習したことを意識しながら、私のアパートへ向かってください。わかりました。車はガレージに入れてください。シャッターを開けますね。わかりました。こちらです。お邪魔します。すみませんが、電気をつけるのはもう少し待ってください。いえ、大丈夫です。フグサブロー、今日はお友達が来ているので、今から電気をつけますね。フグサブローですか？夜行性のフグなので、明るくするときは事前に伝えるようにしているんです。へえ、私が知ってるフグとはかなり違いますね。生えてるの海藻と思ってたんですけど、草なんですね。そうですよ、淡水ですからね。フグってただの水で買えるんですか？はい、鉄板のリアクション、ありがとうございます。では今から準備してきます。温めるだけなので待っててください。はい、ありがとうございます。師匠がお友達って言ってくれたの嬉しいかも。お前、フグサブローって言うんだ。私はキリタン、よろしくね。ねえ、ゆかりさんってさ、目が死んでるし、パッと見冷たそうな感じ。実際ズバズバはっきり言うけど、でも、一緒にいるとすごく優しいし、尊重してくれるよね。よかったな、ゆかりさんのとこに来れて。キリタン、できましたよ。はい、今行きます。く
ソ姉貴、なんで師匠と、2026年9月11日、死ぬ1ヶ月前じゃないか。どうしたんですか？師匠、この写真って、8年前、峠の駐車場で撮った記念写真です。この人は私の師匠で、1ヶ月後に下りの一本勝負をする予定でした。でも、ある日突然会えなくなりましてね、結局勝負はできずじまいです。今は、どこで何をしているんでしょうね。死んだんです。亡くなった？はい、これ、私のクソ姉貴なんですけど。キリタンは、師匠の妹さん？そうです。姉貴、スンコって言うんですけど、8年前の10月9日に倒れて、意識不明のまま14日に。そうでしたか。よかったら食事をしながらもう少し話を聞かせてください。ごちそうさまでした。すごい美味しかったです。いえいえ、こちらこそずんこさんの話を聞けて嬉しかったです。危うく時間を忘れるところでした。また改めて続きを聞かせてください。はい、でも私、クソ姉貴のことはあまり知らないんです。お父ちゃんが死んで、そしたらある日突然イギリスから帰ってきてショップを継いで、実際に顔を合わせたのはそれが初めてでした。あの人らしいですね。では気をつけて、今日は付き合わせてしまってすみませんでした。いえ全然平気です。じゃあ明日ショップで待ってますね。はい、よろしくお願いします。やっぱり師匠は人が悪いですね。死んでも死にきれそうにないのに、全く、あなたって人は、笑えない冗談はやめてください。フグ三郎、探していた大切な人がやっと見つかりました。残念ながらすでに亡くなっていましたが、もう会えないのはとても悲しいですが、8年前のあの日、私はまた置いてきぼりになったわけではありません。それが分かっただけで十分なのかもしれません。ごめんなさいね。こんな姿を見せて、フグ三郎も付き合わせてしまってすみませんでした。ではおやすみなさい。こんなことになるなら、無理してでもあの日のうちに卒業試験を受ければよかったですね。師匠は私の腕を認めてもう勝ち負けに意味はないって言っていたのに、最後の最後に申し訳ないことをしてしまいました。それだけは心残りです。ゆずきさん、いらっしゃいませ。失礼ながら、これからは兄貴と呼ばせてください。まあ別に構いませんけど、とりあえず、今度からお出迎えは結構です。お仕事の手を止めてすみませんでした。いえ、とんでもありません。何かご用がありましたらいつでも呼んでください。ありがとうございます。では失礼します。キリタン、今のはどういうことなのか説明していただけますか？この間の値引きなしのやりとりを聞いていたみたいで、メカニックのみんな感激しちゃってますよ。おかげでもう普段以上のすごい歩きです。そうなんですか。慕ってくださるのはありがたいですが、なんだかくすぐったいですね。なんかすみません。じゃあお預かりしてる車のレストアについて。はい。サラと S によく、2台とも仕上がりまで1年くらいを見込んでいます。あら、S によくはそれほど悪い状態ではないのに、1年かかるんですか？いえ、それが、もともと4ヶ月の予定だったんですけど、コウさんが、うちのメカニック主任なんですけど、師匠とクソ姉貴のことを伝えたら、S によくをとことんきっちり仕上げたいって言うんですよ。そうですか。とりあえずその件はコウさん本人に聞いてみようと思います。今どちらですか？すみません。ちょうど出てて。ちょっと失礼します。コウさん戻ってきました。こっちです。師匠、この人がコウさんです。いや、お待たせしてすみませんでした。この車はずんこさんの CTR、まだ残っていたんですね。懐かしいでしょ？レストアが終わるまで、ゆずきの姉さんに外車としてお貸ししたいと思いましてね。さっきまで峠でテストしてたんですよ。状態は完璧。今からでも乗って帰れますよ。この車を台車でいいんですか？はい、ずんこの姉さんが認めた走り屋ですから、安心して出せます。もちろんゆずきの姉さんなら峠で全開してもらっても構いませんよ。ありがとうございます。でもちょっとすみません。いろいろと突然で少し混乱しています。無理もないですよ。実を言うとね、姉さんのことは8年前にずんこの姉さんから聞いてるんですよ。それで先日 S2 億を見させてもらった時、タイヤの減り方からもしやと思いましたが、なんせ8年も前ですから、確証がなくて。でも今朝お嬢から話を聞きましてね、ラテンが行きましたよ。そうだったんですね。だから姉さん、しばらくはこいつに乗ってやってくださいよ。その間に S2 億をきっちり仕上げときますから。その件ですけど、当初は4ヶ月だったと思いますが。いけね、これは失礼しました。勝手に話を進めて申し訳ない。これも8年前なんですけどね。2人の一本勝負が終わったら、姉さんの車の面倒を見させてほしいって、ずんこの姉さんにお願いしてたんですよ。それで、8年前に立てていたプランをレストアと合わせて進めたいと思いましてね。完成イメージとしては、完全にずんこの姉さん好みの乗り味になりますが、やらせていただけませんか？はい、ぜひお願いします。ありがとうございます。では、ずんこさんの3号、早速使わせていただきます。キリタン。はい。すみませんが、今日の夜はお休みさせてください。また明日練習しましょうね。わかりました。また何かあったら連絡してください。ありがとうございます。では。
ねえこうさん、一つ気になることがあるんだけど、なんでしょう。私の CTR ってどういうチューニングしてるの？まあチューニングってほどじゃないですけど、やってることはずんこの姉さんの3号と全く同じです。そっか、だからだったんだ。どうしたんですかい？なんで師匠が私の車でしょっぱなからバカみたいに責めれたのか、やっとわかった。こうさんは気づいてたんでしょ？もちろん、タイヤの使い方が明らかに違ったんでね。でもね、さっき話した通りガテンが言ったのは今朝のことですよ。変わっていない。何もかも当時のまま。ほとんど止まっていた時間が急に動き出した。そんな感覚ですね。師匠、車だけ残していなくなるなんて。まったく、あなたって人は